なんで僕はもういい人を取ろうっていう感覚を諦めてというか、若い人は変わろうと思ったら変われるから、本当にダメだと思う社員以外は基本的には取ってますけどね。こんにちは。このチャンネルでは今の時代に通用する組織づくり、育成術など役に立つ内容をお話ししています。ぜひチャンネル登録をよろしくお願いいたします。森社長、採用って本当に難しいですね。そうですね。どんなに優秀そうに見えても採用してみたら全然違うってこともあるじゃないですか。最悪の場合一人の社員が組織全体に悪影響を及ぼすっていうのも聞いたりするんで、具体的に森社長が採用時最悪の社員を取らないようにする対策としてどんなところに目を光らせてるのかなって率直にちょっと知りたいんですけど。正直な話、業種的にもあんまり選べないんですよね。だからうちは普通の採用だったら誰をバスに乗せるかみたいな重要だから、いい人を取る、微妙な人はもう全部取らないみたいな方針だと思うんですけど、うちもそうだし、多分世の中小企業は多分そんなに選べないと思うんですよ。そっか。もちろん選べるようにしていく努力はするべきなんだけど、なんで僕はもういい人を取ろうっていう感覚を諦めてというか、僕らのテーマはダメな人を取るのやめようと。だからまさに今回言われた最悪の社員だけ取らないようにしようという感じですよね。なるほど。で、現場職だったら、ダメでなかったら基本取っていいよと。それは支店長の権限で。もちろん面接とかね、ありますけど、僕はやっぱりいろんな人にチャンスを与えたいし、正直世の中そんな悪い人いないですよ、本当はね。本当は。年取ってると言い方悪いんですけど、固定概念とか主観が強くなるから、あんま微妙だなと思うのありますけど、若い人は変わろうと思ったら変われるから、本当にポテンシャルとしてもダメなものがない限りは、基本的にはチャンスを与えていきたいから雇おうと思ってますよね。みんなはいい人を取ればいいし、僕らはダメでない人は全部取ればいいし、そこからやっぱりダイヤモンドみたいな人もいるわけで、一人一人成長していく姿っていうのを、青少年教育みたいな感じでやってるんで、本当に僕らはだからダメだよっていう、本当にダメだと思う社員以外は基本的には取ってますけどね。ちょっとそのダメな社員すごい気になるんですけど、どんな人なんですか？価値観が著しくずれてる人。価値観が著しくずれてる人。それはもうどこ基準かっていうと、モラルですね。道徳的な話です。悪いことを悪いって理解してる人だったら別にいいですよ。悪いことを悪いと思ってない人みたいな。それはやっぱり本人に問うだけじゃなくて、正直やっぱり周りの環境とか、今までの人生とか、そういったものもある程度聞いて、あとは質疑応答の中で判断してますけどね。モラル。だって例えばですよ、すんごいわかりやすい話、人を殺すことがダメなことって言ったら普通みんなわかりますよね。当然犯罪だし、やってはいけないことだと。でもこれってもしかしてですよ、今戦争をやってるところに行った時に、当てはめられなかったりするじゃないですか。だってそもそもね、相手をやっつけている戦士からしたら、人を殺すことはやってはいけないことをやってるわけだから、これが正なのか悪なのかみたいな議論できないですよね。確かに。その人からしたら。次に例えば人のものを盗むみたいな話。これも普通に言ったらみんなダメだよって言うんですけど、世界各国見て、貧しい国見たら、逆に窃盗が仕事になってるところもあるわけですよね。その人たちからしたら窃盗って多分悪いことじゃないんですよ。単純に仕事なんですよ。確かに。究極言うと、その価値観がずれてると、昨今の闇バイトとか、脅されたからしょうがなく、おじいちゃんおばあちゃんを殴りました、殺しましたとかって、ありえないですよね。極端な話ですけど、要は価値観。悪いことをちゃんと悪いと。それは道徳的な観点から、この基準だけはちゃんとやっぱ守ろうと。これがずれすぎちゃってると、やっぱ無理ですよね。そういう道徳とかモラルとかって数回の面接とかでしっかりと見極められるものなんですか？最低限のそこをやっぱ指しに行ってるだけなんで、そんな難しくないですよね。100% 分かるかって言われたら分かんないですけど、でも基本的にはいい人を取る確率よりかは高いですよ。なるほど。過去にどうですか？アップルさんでも採用してみたらちょっとモラルが
あまり。いや、ありますありますよ。ありますか。はい。もちろん最初からこういうのをしっかり決めてるわけじゃないですから。はいはい。今までの経験上はいっぱいありますよ。一般的にこういう人あんま採用しない方がいいよねとかっていう話でいくとちょっとあれかもしれないですけど、はい、僕は正直一般的に言う、例えばこういう人取らない方がいいよねみたいなのは、変わる可能性がある人は取っていいんじゃないかなと思って、僕はね、思ってるんで、別に会社はね、人間教育の場合じゃなくてビジネスだからって言われたら、会社は別に取らなきゃいいと思うし、ちょっと教育みたいな観点も、必然的に発生すると思ってるから、多少ちょっと不備があっても、いいんじゃないって思うんで、変われるなら。結果変われなくて辞めていく人もいますけど、環境ってやっぱ大事ですよね。世界の貧しい国の子供たちが、観光客にお金ちょうだいお金ちょうだいとかって高いに来るじゃないですか。あれ仕事なんで、彼らからしたら別に仕事なんですよね。でもそれはその環境にいるから、それが当たり前で仕事みたいな感覚で当たり前なんですよ。確かに。自分が身を置くコミュニティとか環境ってやっぱすごい重要で、そこがモラルが高いと、モラル高くすることが当たり前になっていくし、そこがモラル低いと、モラル低くていいんだっていうふうにやっぱなっちゃうんですよね。体感で。なるほど。ありがとうございます。モラルが欠落してる人とか、そういう人以外に、こういう人はちょっと危ないんじゃないかなっていう人。僕、ちょっと何個か考えてきたんですけど、多責思考が強い人。これも変われる可能性はもちろんあると思うんですけど、チームワークを無視して自己中心的に行動する。成果よりも努力アピールに終始するみたいな。そんなんやったらみんなそうじゃないですか。まあそっか。こういう人採用しませんとかって言ってる会社があったら、ほとんどの人採用できないですよね。本当にごくわずかしか。相当レベル高い専門職とか、相当大人な組織ですよね。組織のルールや文化を無視するとか、そういう人もちょっとあんまりなのかなとも思ってるんですけど、そりゃあね、ネガティブな態度を周囲に伝染させる。名前よく言いますよね。人じゃないですよね、これも。人っていう場合もあるけど、人の癖なんで、習慣になっちゃってる人もいるし、さもなければ人が良かったのに、その時に変わっちゃう人もいるし、だから人っていう面ではなるべく取らない、普通に言ったら取らない方がいいとかってなりますし、時間軸でやっぱそういうことをならないように、いい人がこういう願いに例えばならないように、会社としては努力しなきゃいけないんですけど、一つポイントはやっぱり変われるか変われないかっていう話ですね。変われるか変われないか。そういう意味で言うならば、最悪の社員一つの要素としては、変われない人ですね、最悪なのは。変われない人か。例えばネガティブな態度を周囲に伝染させるって、これ結構やりがちな人よくいるんですよ。これが習慣になっちゃってる人がやばいですよね。変われないっていうことは変わんないわけじゃないですか。一時的にちょっといろいろあってネガティブな態度を周囲に伝染させちゃった。だけどちゃんと向き合ったら変わった。そういうことやめた。これはいいんじゃないですか、別に。できるかできないかっていう判断基準を持つと変われない人ですよ。最悪なのは変われない人。一般的に言われるのは正直年齢ですよ。年齢が高ければ高いほどいろんな知識とか経験が多いので、固定概念が強くなっていくわけですよね。わかりやすく言ったら子供の時は何も知らないから、何それ何それって興味津々で、これってこうやるとこうなるんだよっつったら、本当にすごいっつって覚えるじゃないですか。何の疑念もなく。でも大人になってくると、それってどうせあれでしょ？それってあれじゃないの？それってこういうやつでしょ？みたいな。要は経験があるわけですよ。いいも悪いも。こういうことをしたらこうなるみたいな知識と経験がどんどん固まっていっちゃうんで、それが最終的にやりたくない。やらない。それはだってどうせマイナス。インプットされちゃってるから変わんないですよね。どんどん硬化させていくという。これは自分もやっぱ年取ってきて感じるんで、致し方ないことでも半分あるんですけど、でもやっぱり、それにすら気づいてない人もいっぱいいるし、例えば言われたセリフで過去あって、イラってくるのは、前の会社はこうでした。次の会社でこういうのはありえないとか、じゃあ前の会社行けばいいじゃん。その会社に行けばつって、どうぞ呼んでもらっていいですよみたいな。前の会社が普通の会社に戻ったらいいんじゃないですかって。よくこういう人いるわけですよ。よく聞きますね。知らんだなと。でもそれも固定概念の一種ですよね。会社はこうあるべきだってもう結構凝り固まっちゃってたり。そうかそうか。でも言っちゃう人いますよね、本当にね。とにかく変われない人はダメですよ。そういう意味では変わる確率は若ければ若いほど高いです。年を取れば取るほど正直変わる確率は低いです。なんかあるんですか、ボーダーラインみたいな。これはでもぶっちゃけ人にはよりますけど、やっぱり20代と40代ではめちゃめちゃ違いますよね。
逆を言うと40代はいい人と微妙な感じが結構わかりやすい。わかりやすい。30代が一番下手したら難しいかもしれないですね。20代はほぼほぼ変えられると思ってますよ。30代前半はどうですか？30代前半、一番絶妙なところ。一番絶妙なところ。それも置かれる環境だと思いますけどね。結構ウェイト大きいと思いますけどね。自分が所属しているコミュニティ、環境が影響が一番大きいと思いますよね。あと、なんかありますか？他に。これちょっとこういう態度とか発言とかイラッときたなみたいな。そういう人だとか。いつもよく言いますけどね、上とか、影響力高い人にはヘラヘラして、下のメンバーとか周りには、すごい正論ばっかのやつ。いる。いる。言い方あれですかね、経営者としてはとか多分上の幹部もそうですけど、そんな正論分かっとるわと。俺らはその何をするのが正しいかじゃなくて、何をするのか正しいかは大体分かっているし、こっちも示しがありますと。だけどそれをどうやってそれを達成するかにいつもチャレンジしてるわけだから、そんな正論聞きが来たわみたいな。っていうことよくありますよね。正論だけで片付くんだったらそれこそ人間いらないから AI でいいじゃん全部。そうですよ。正論を振りかざすやつですかね。正論は正論でいいんですよ別に。そうあるべきだよねっていういいんですけど、正論を振りかざされると。いや嫌いですね僕も。なるほどね。すごい面白い話たくさんありがとうございます。採用したら会社が俺は言い過ぎだと思うけど、最悪な社員の特徴ってことで、僕的に一番はやっぱり変われない人ですよね。変われない人。うちの会社としてはね、モラル道徳が著しく一定の基準を下回った人ですけど、変われない人がやっぱりいろいろ害をもたらすんじゃないかなと思います。なんでかって言ったらやっぱり組織は変わっていかなきゃいけないんで、時代がどんどん変わる中で組織は変わらないと生き残れないし拡大できないんで、その中に変わりたくないと、変われないというやっぱり社員の数が多ければ多いほど、会社自体がやっぱ変わるっていうのは難しいので、変われない人が一番僕はボトルネックになるとは思います。悪い癖も変えられる人だったら変えればいいし。ありがとうございます。皆様からいただくいいねやコメントはいつも見ていて励みになります。この動画が気に入った方はぜひいいねやコメントをお願いいたします。